中華民国が早くやめて台湾国とか台湾共和国になって、そのチャイナという名前ね、あれ英語で書くとリパブリック・オブ・チャイナでしょ。でチャイナという名前を国名からね外してね、ちゃんとした独立国になってほしいと思ってます。そうですね、私もそう思ってます。本当に世界の国とですね、正常な国交をね回復したら、あの国は非常に潜在的に力ありますから、経済的には本当に潜在的にはすごい力あるんで、だから本当に世界の国と国交をですね開いたらすごく大きな国になりますよね。発展します。でしかも日本にとってはもう本当に友好国ですから。そうそうそう、もう兄弟みたいな国ですよ、はっきり言えばね。で、ここがね、今長い話を短くすると、内戦で敗れたね、蒋介石が行き先がないんで台湾に来ちゃって、で台湾亡命先に選んじゃったんで、台湾人の意思と関係なしに、あそこが中華民国という亡命政府ができちゃった、台湾人の上に乗っかっちゃったわけですよね。その人たちがよく言われる外省人、外から来た人たちでね、人口 15% ぐらいいると言われてますが、85% は台湾人。DNA 調べてもね、チャイニーズじゃないと、英語で言えば台湾ニーズだという、そういう人たちです。で、そういう人たちの代表としてその蔡英文さんが、総統になったと。でアメリカは実は一つの中国を厳密に言うと外交政策の原則とはしてないんです。そうだと言い募ってきてアメリカの政治家もごまかされてる人が多いんだけど、ニクソンが訪中したでしょ、あの時にどういうことを言ったかっていうと、上海コミュニケって出たんだけど、その中華人民共和国政府が一つの中国であると、ワンチャイナということを言ってるのを我々はアクノレッジするって言葉を使った。アクノレッジって知っております、簡単な英語で言えばノーってことですよ。でそれを承認するとかね、アプローブするとか、あんたが主張してるのは知ってる。僕知ってますよ。百田さんがこういうこと言ってるのは知っとると。百田さんが僕の奥さんが好きなのは知っとるけどね、それは関係持っていいということとは別だよと、そういうことだね。すごい例えですね。だから「I know」と言ったにほとんど等しいわけですね。それをね、サラミスライス戦略っていうことがあるけど、ちょっとずつねやってきて、実際上ワンチャイナを認めたんだろうっていうふうに、繰り返して言うとね、アメリカの政治家の中にも勉強してない人はね、洗脳されてね、ワンチャイナを認めたんだと思っちゃってる人もいる。とかそうじゃない。で実際アメリカには台湾リレーションズアクトって言って、台湾関係法という国内法があって、それによるとピープルオブ台湾の意思を尊重するとはっきり書いてある。でピーポルっていう言葉は大事で、これはね一つの団結した実態っていう意味ですよね。要するに国民というに等しい。で、もし台湾の住民っていうならインハビタンツとかいう言葉を使うわけですね。だからこれインハビタンツって言ったらたまたまそこに住んでる人って意味だけど、ピーポルオブ台湾って言ったらね、そこに一つの団結したね国の基本的な形があるということですね。だからその意思を尊重するというふうに言ってるんで、その点ではワンチャイナポリシーは決して認めてないのですよ。だからトランプはそこら辺のことは専門家からは、僕実は名前出せないけど、トランプのもう外交政策の側近で台湾支持派の人がいます。で彼が根回ししたんです、大体。いや、本当そう思います。私はその辺の事情は知りませんけど、今まで台湾のトップとアメリカ大統領トップが電話会談したことがないんですよね。これすごいことなんですよ。今までやっぱりアメリカ大統領は、気を使ったかどうか知りませんけど、中国で人民共和国に気を使ったか知りませんけど、台湾のトップとは会わなかったし、電話しなかったんですね。とは今回、もういきなりでしょ、いきなり電話で会談した。これもうすごいこのトランプさんの柔軟性というかフレキシビリティを感じますよね。で台湾のやっぱ独立を基本的に支持していこう、維持していこうということでね。でトランプが批判された。これはもちろん蔡英文さんの側が根回しとしてトランプさんに電話した。そしたらトランプは、プレジデント・オブ・台湾の大統領から、総統という言葉を使ってますけど、大統領です、から電話をもらったと言った。そしたら批判したやつが出てきた。そしたら「おい冗談じゃないよ」と「我々の兵器はアメリカ産の兵器をどれだけ買ってくれてんだよ台湾、こんないいお客さんから電話かかってきたのにね、答えちゃいけないってやつがいいのかよ、それは面白い考え方だな」っていうね、ツイッターですぐやったのね。実業家としての面目躍如ですね。いかにもビジネスマンらしいね、対応でね。ほんでだから中国は相当焦りを感じてるんですよね。だってアメリカと台湾が一緒になったら、中国の夢は台湾が飲み込みたいんですからね。ところがそのアメリカと中国が非常に、アメリカと台湾ががっちり手を結ぶとですね、これはもうちょっと台湾に手出せないですからね。だから今回ね、非難をしたとは言いながら非常にローキー。で例えば日本がなんかそんなのやったらね、うわーとかね、竹高にやって日本の政治家がすぐ謝ったりすると思ってるから。ところが
トランプの顔見てごらんなさい。謝るような玉ですか。ね。それから今度ね、内閣っていうか政権のね、人事見てごらんなさい。ね、国防長官のマティスなんていう軍人はね、海兵隊大将。マッドドッグだよ、あだ名が。強権のマティスだよ。もう、で、喧嘩売る気しないですよ、こんな政権に。ヒールのプロレスラーのなんか、キャッチフレーズですよね、マティスさんっていうのは写真見ても怖い顔してますよね。ジェームズ・マティス。だけど一面ね、ものすごいインテリでね、彼はね、ウォリアー文句と、戦う修道士と、すごい禁欲的でね。なんかいろいろ肩書きがあるんですよ。いや、戦場に出たらマッドドッグだけど、普段は静かでね、文句のようにね、修道僧のようにね、静かに勉強してるというね、もう戦争とね、歴史の大研究家でもある。マッチさんは確か退任してから3年ですか、今。とにかくね、辞めて7年経たないと、内閣に入れないですよね、軍人は。長官になれないんだけど、今回はこの人全員国防長官にしたいっていうんで、例外立法を通します、トランプは。それですごいですよね、すごい人事ですよ。これすごい。普通は6年か7年経たないと元軍人は内閣に入れないんですけど、もうこれを特例で入れるっていう。これはね、第二次大戦後のね、マーシャルプランやったマーシャル大将以来の特例だということで、彼がいかに抜群の人材かねっていうことが分かるんで、こういう人はね、どんどんね、内閣の中枢につけてますから、それから大統領問題安全保障問題担当大統領補佐官、これもね、マイケル・フリーという人でね、これもね、これはね、陸軍中将で、もう巨大のね、情報将校と言われた男です。で、中東で、この2人とも中東で実践やってます。で、そういう人がね、がっちりね、固めたらね、アメリカ外交これから怖いですよ。実際のところだからチャイナは静か。だから実際のところトランプさんはですね、日本のその安保ただろりやと、もっとお金払えとか、いろいろ言ってます。けれども、それとはちょっと、それと別にしてですね、それだけその軍事の専門家が内閣に入ったということはね、軍事の専門家にとってみたら、今最もIS は別にしてね、国の中で最も恐ろしい軍事大国、あるいはその軍事的な世界野望を占めてるのは中国やことはもうこれ明らかですから、だから軍事の専門家がとにかく中国の脅威というのはもうとことん知ってますから、そういう人たちは多分だから中国の軍事力のいわゆる東シナ海、南シナ海あたりの覇権主義を抑えるでしょうね。だからそのシフトでね、それは一時的にはやっぱ IS 壊滅までやるっていうことが一つなんだけど、トランプの政策はこれはっきりチャイナの脅威ね、米中冷戦ですよね。僕はもう5年ぐらい前から言ってるんだけど、米中新冷戦としっかり見据えてね、これをやるということで、これじゃあ海軍の人いないじゃないかというかもしれないけども、実は海軍大増強計画をトランプは狙ってて、今ね250隻体制なんですよ、戦闘艦艇が、アメリカ海軍はこれで350隻に増やすと。それでね、毎年2兆円ずつ建造費をですね、新しい船の建造費を必ず予算を計上すると、200億ドルずつね、それでもってね、もう閉じられてしようと思っていた海軍交渉をもう一回開いて、アメリカの鉄で、アメリカの労働者で、アメリカの戦艦を作ると。そういうね、もうすごいポリシーを打ち出してる。完全に公表しだからそれは中東ではそんな関係いりませんから、どこだ、南シナ海、東シナ海ですよ、チャイナを抑え込むぞと、でもさすがにあれね、そこまでアメリカが例えば250隻、一気に350隻、これもう 50% 移動ですからね、そこまでのお金を使って頑張るとなってきたら、当然、それは日本にも要求してきますよね。そうですよ、日本も同じぐらいやってよと。だってね、もともとアメリカにしたら、例えば国防費は GDP の 5% 使ってるんですよね。日本は1%。これはね、やっぱりアメリカとしてはおかしいと思いますよね。つまりお前とこもちょっと使えよと。で、アメリカはですね、こういう意見もあるんですよね。これ言われたら日本に耳に痛いんですけど、日本はソ連の脅威、ロシアの脅威、それから中国の脅威、もうすごい国防的な危機を迎えてるという声がいっぱいあると。もうずっと危機や尖閣の危機いっぱいあると言うてんのに、お前らほんまは危ないと思ってんのかと言われてる。つらいですね。お前らほんまは危ないと思ってないんちゃうのって。だってほんまに危ないと思ってたら、国防費上げるやろと。これも10年間ぐらい国防費ほとんど上がってないやろと。お前らほんまに危ないと思ってないやろって、もうアメリカ言うてますよね。と言われるとね、きついですよ、やっぱり。いや、それはね、当然で、
世界はね、大体一国の GDP ね、3% ぐらい使うっていうのは常識ですよ、国防費にね。でね、NATO のお約束ね、北大西洋条約機構加盟国のお約束が 2% 使おう。せめて 2% 使おうって言ってんだけど、トランプが怒ってるのは 2% 出してる国はアメリカのほかに4カ国しかねえじゃねえかと。みんな約束守ってないだろうと。あ、そうですか。そうなんですよ。みんな 2% 守ってないんですか。切っちゃってるんですよ。だからそれを起こるのは当たり前で、だから日本にも、まあ日本なんかは本当に 1% という何の必然性もないですよ、GDP の1%。これ、三木元首相かなんかの時にたまたまそうなったんで、あって、だから 2% 使うのがまあ最低限とすれば、日本は今まで 1% で国防をニグレクトしてきたんだから、これから 3% ぐらい使いますで、3倍増ぐらいでようやく世界の常識なんで、少なくとも倍増、僕は国防費倍増って言ってるだけどね、これね、全然ね、兵隊さんの数を増やす必要ないんですよ。むしろ兵隊さんの数を減らせるぐらいだと思います。というのは今、最近ハイテク兵器でね、もうね、徴兵制なんて全然ね、どこの国もやりません。そんな心配いらない。私も陸上自衛隊は縮小して、陸上自衛隊の人員は縮小して、海空倍増ですよ。飛行機の数を増やしたらいいんですよね。海空が倍増すると。いうことでね、から南西諸島の防衛、これはね、陸上自衛隊貼り付けなきゃいけないから、北海道はね、失礼、ロシアの脅威はありますよ、ないことないけど、もう昔のソ連みたいにね、元気ないから、さすがに北海道を侵攻する能力なんてのはね、もうプーチンといえどもないし、やる気もないです。だから今までね、てか米ソの冷戦時代は、日本にとって脅威はね、夏はソ連がね、北海道上陸していくんじゃないですか。だから、ソ連に陸上自衛隊の最新鋭の戦車を置いてですね、そこで迎え撃つと。まあそうなっちゃったら本当決戦なんだけども、それは必然性あったんだけど、今はそういうシフトを変えながら、南西の方にね、チャイナの方にね、変えなきゃダメですよ。そう南西諸島を全部ハリネズミにしてね、そこにもう尖閣でもどこでももう陸上自衛隊が行って迎え撃つと、上陸させないと。それを海空が一体で守るという形にしなきゃいけないんで、海空は倍増、陸上自衛隊は数を減らせます。ですから全体としては数はむしろ減らせるぐらいかもしれません。であとはね、長距離のミサイル持ったらこの担当は陸上自衛隊にした方がいいと思いますから、だから陸上自衛隊は別に力を落とすわけじゃないんでね、陸の方もね、がっかりしないでください。大丈夫です。先ほど今藤井さんがその南西諸島をハリネズミにするんだと、これは何もね、戦争をしたいというんじゃないんですよ。戦争をしたいからこうやるんじゃない。つまり戦争をしないための、しないためのものなんですね。つまり、そんだけハリネズミにしてやってたら、つまり中国がもしやってきたら、うちとことんやるでと。もう中国の船全部沈みますよ。中国の飛行機全部落としますよっていう、そういう防御体制を取ってるということが、これがイコール戦争を起こさないということなんですよね。防衛力であり、それは抑止力とね。でその上にさらにその後ろそのバックに、米軍のそのアメリカの第7艦隊がおれば、これはもう戦争なんかまず起きないですよね。だからそのためのものなんですよね。だからそういう隙を見せないっていうことでね、まあそういうことの体制のまあ今政権がアメリカでもできつつある。でオバマはねだいぶ軽くね甘くまあ習近平から見られてた。でおそらくね。北京の今指導部もね、いや、こんな大統領になると思ってなかったと、どうなってんだよと言ってね、吸ったもんだでね、対策を考えてると思うんですよね。だからね、非難の声ってあってね、非常にね、あんまり大きなことをね、ギャンギャンね、吠えたりしない。で、この間のキッシンジャーがね、まあ、90何歳、彼は中国共産党のロビーストですから、北京に行きましたけどね、きっとね、お前なんでこんなことになったんだよってね、向こうの共産党の幹部にね、怒られたりね、どうしたらいいんだよ、お前ってね、そういうふうに言われたんじゃないかと。そうね、今回のこの記事のね、テーマになってるいわゆる台湾の蔡文さんと電話でした。でそれを抗議したい言うんですが、この文章にありますようにね、ただ直接的に非難する文言は盛り込まれておらず、抑制的な内容ですよ。だから非常にビビりながら文句言ってるんですよね、中国は。だから日本だってね、断固とした態度を取ればね、向こうがそんな文句言ってこないんですよ。言ったら強く出たら日本の政治がまた謝るとか、マスコミがガンガン騒ぐと。そういうふうに思ってるから強く出てくるんでね、効果がないことはね、それはね、中国共産党もやりませんから。中華民国が早くやめて台湾国とか台湾共和国になって、そのチャイナという名前ね、あれ英語で書くとリパブリック・オブ・チャイナでしょ。でチャイナという名前を国名からね外してね、ちゃんとした独立国になってほしいと思ってます。そうですね、私もそう思ってます。本当に世界の国とですね、正常な国交をね回復したら、国は非常に潜在的に力ありますから、経済的には本当に潜在的にはすごい力あるんで、だから本当世界の国と国交をですね開いたらすごく大きな国になりますよね。発展します。でし
かも日本にとってはもう本当に、友好国ですから。そうそうそう、もう兄弟みたいな国ですよ、はっきり言えばね。で、ここがね、今、長い話を短くすると、内戦で敗れたね、蒋介石が行き先がないんで台湾に来ちゃって、で台湾亡命先に選んじゃったんで、台湾人の意思と関係なしに、あそこが中華民国という亡命政府ができちゃった、だから台湾人の上に乗っかっちゃったわけですよね。その人たちがよく言われる外省人、外から来た人たちでね、人口 15% ぐらいいると言われてますが、85% は台湾人。DNA 調べてもね、チャイニーズじゃないと、英語で言えば台湾ニーズだという、そういう人たちです。で、そういう人たちの代表として、その蔡英文さんが、総統になったと。で、アメリカは実は一つの中国を厳密に言うと外交政策の原則とはしてないんです。そうだとかいう言葉を使うわけですね。だからインハビタントって言ったらたまたまそこに住んでる人って意味だけど、ピーポル・オブ・台湾って言ったらね、そこに一つの団結したね、国の基本的な形があるということですね。だからその意思を尊重するというふうに言ってるんで、その点ではワンチャイナポリシーは決して認めてないのですよ。だからトランプはそこら辺のことを、専門家からは、僕実は名前出せないけど、トランプのもう外交政策の側近で台湾支持派の人がいます。で、彼が根回ししたんです、大体。いや、本当そう思います。私はその辺の事情は知りませんけど、今まで台湾のトップとアメリカ大統領トップが電話会談したことがないんですよね。これすごいことなんですよ。今までやっぱりアメリカ大統領は、気を使ったかどうか知りませんけど、中国で人民共和国に気を使ったか知りませんけど、台湾のトップとは会わなかったし、電話しなかったですね。とは今回、もういきなりでしょ、いきなり電話で会談した。これもうすごいこのトランプさんの柔軟性というか、フレキシビリティを感じますよね。そうそう。で、台湾のやっぱ独立を基本的に支持していこう、維持していこうということでね。で、トランプが批判された。これはもちろん、蔡英文さんの側が根回しとしてトランプさんに電話した。そしたらトランプは、プレジデント・オブ・台湾、台湾の大統領から、総統という言葉を使ってますけど、大統領です。から電話をもらったと言った。そしたら批判が出て、言い募ってきて、アメリカの政治家もごまかされてる人が多いんだけど、ニクソンが訪中したでしょ、あの時にどういうことを言ったかっていうと、上海コミュニケって出たんだけど、その中華人民共和国政府が一つの中国であると、ワンチャイナということを言ってるのを我々はアクノレッジするって言葉を使った。アクノレッジってのは知っております。簡単な英語ではノーってことですよ。で、それを承認するとかね、アプローブするとか。あんたが主張してるのは知ってる。僕知ってますよ。百田さんがこういうこと言ってるのは知っとると。百田さんが僕の奥さんが好きなのは知っとるけど、ね、それは関係持っていいということとは別だよと。そういうことだね。すごい例えですね。だから、I know と言ったにほとんど等しいわけですね。それをね、サラミスライス戦略っていうことがあるけど、ちょっとずつね、やってきて、実際上ワンチャイナを認めたんだろうっていうふうに、繰り返して言うとね、アメリカの政治家の中にも勉強してない人はね、洗脳されてね、ワンチャイナ認めたんだと思っちゃってる人もいるとか、そうじゃない。で、実際アメリカには台湾リレーションズアクトって言って、台湾関係法という国内法があって、それによると、ピープルオブ台湾の意思を尊重するとはっきり書いてある。で、ピーポルっていう言葉は大事で、これはね、一つの団結した実態って意味ですよね。要するに、国民というに等しい。で、もし台湾の住民っていうならインハビタンしたやつが出てきた。そしたら、おい、冗談じゃないよと。我々の兵器を、アメリカ産の兵器をどれだけ買ってくれてんだよ、台湾。こんないいお客さんから電話かかってきたのにね、答えちゃいけないってやつがいいのかよ。それは面白い考え方だなっていうね、ツイッターですぐやったのね。実業家としての面目躍如ですね。そう、いかにもビジネスマンらしいね、対応でね。ほんで、だから中国は相当焦りを感じてるんですよね。だって、アメリカと台湾が一緒になったら、中国の夢は台湾が飲み込みたいですからね。ところがそのアメリカと中国が非常に、アメリカと台湾ががっちり手を結ぶとですね、これはもうちょっと台湾に手出せないですからね。だから今回ね、非難をしたとは言いながら非常にローキー。で、例えば日本がなんかそんなのやったらね、うわーとかね、竹高にやって日本の政治家がすぐ謝ったりすると思ってるから。ところが、トランプの顔見てごらんなさい。謝るような玉ですか。ね。それから今度ね、内閣っていうか政権のね、人事見てごらんなさい。ね、国防長官のマティスなんていう軍人はね、海兵隊大将。マッドドッグだよ、あだ名が。強権マティスだよ。もう、で、喧嘩売る気しないですよ、こんな政権に。ヒールのプロレスラーのなんか、キャッチフレーズですよね、マティスさんっていうのは写真見ても怖い顔してますよね。ジェームズ・マティス。
だけど一面ね、ものすごいインテリでね、彼はね、ウォリアー文句と戦う修道士と、すごい禁欲的でね。なんかいろいろ肩書きがあるんですよ。いや、戦場に出たらマッドドッグだけど、普段は静かでね、文句のようにね、修道僧のようにね、静かに勉強してるというね、もう戦争とね、歴史の大研究家でもある。マッチさんは確か退任してから3年ですか、今。とにかくね、辞めて7年経たないと、内閣に入れないですよね、軍人は。長官になれないんだけど、今回はこの人全員、国防長官にしたいっていうんで、例外立法を通します、トランプは。それですごいですよね、すごい人事ですよ。これすごい。普通は6年か7年経たないと、元軍人は内閣に入れないんですけど、もうこれを特例で入れるっていうのこれはね、第二次大戦後のね、マーシャルプランやったマーシャル大将以来の特例だということで、彼がいかに抜群の人材かね、っていうことが分かるんで、こういう人をね、どんどんね、内閣の中枢につけてますから、それから大統領問題安全保障問題担当大統領補佐官、これもね、マイケル・フリンという人でね、これもね、これはね、陸軍中将で、もう巨大のね、情報将校と言われた男です。で、中東で、この2人とも中東で実践やってます。で、そういう人がね、がっちりね、固めたらね、アメリカ外交これから怖いですよ。実際のところ、だからチャイナは静か。だから実際のところトランプさんはですね、日本のその安保たどりやと、もっと